今回は視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第9弾。誰でも砕け散った惑星に到達できる最新の攻略方法を上級者向けのテクニックをご紹介しながら完全解説します。今回はフクトリオに4800時間を捧げた徳蔵がまず通常の3倍以上の廃材を詰め込んで運ぶ機関車に編成の環状線を建設して、次に絶対にデッドロックを起こさない実践的な信号の使い方をゼロから解説し、最後は鉄道網を広げて全部で12編成毎分1万6000個の廃材をリサイクルする工場を建設します。息つく間もないスピードで解説しますので、今のうちにチャンネル登録、高評価、ハイプをお願いします。チャプター1、鉄道建設の下準備、モールを建設。メイン拠点の資源がそろそろ枯渇しますので、鉄道網を作って他の島から廃材を運び込みます。まずはフルゴラの遺構がある島を探索します。フルゴラの遺構には廃材が大量に埋蔵されています。歩いて探すのは非効率ですので、今回は30台のレーダーを使って探査します。これだけあれば最大範囲の 29×29 チャンクを約15分で探査できます。探査を待つ間にレールや機関車などのアイテムを準備します。今回初めて鉄道を使いますので、まずは鉄道輸送の自動化の研究と制動力の研究を最大の7レベルまでアンロックします。そしてレール支柱を深い海にも設置できるようレール支持基板をアンロックします。アンロックが終わったらモールを建設します。まず既存のモール発行、シフトキーを押しながらコピーしてパラメーターをクリックし、上からレール、傾斜レール、レール支柱、壁、列車用信号、連動式列車用信号、機関車、そして貨物列車と選択して貼り付けます。次に組み立て機をシフトキーを押しながら右クリックして、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックを繰り返し、全ての要求チェストに製造に必要なアイテムの要求設定を行います。最後にたくさん使うレールのインサーターにはレール、小なり、セント、レール支柱のインサーターにはレール支柱、小なり200と設定し、生産上限を上げておきます。このモールの作り方についてはグレバ編で詳しく解説しています。ぜひ概要欄よりご覧ください。そして土地面積の狭いフルゴラの遺構で十分な量の雷を集めるために避雷針の上位互換である襲雷装置を作ります。まず超電導コンデンサー工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを避雷針に変更して貼り付けし、要求チェストに要求設定を行います。次に排出側のインサーターの回路設定を避雷針、小なり50に変更し、生産上限を50個に下げます。最後に避雷針工場をシフトキーを押しながらコピーしてパラメーターを襲雷装置に変更して貼り付けし、要求チェストに要求設定をすれば完成です。同様の手順で広域電柱のモールも作成しました。ちなみに広域電柱を電磁プラントで作ると生産ボーナスがつくので材料を節約できます。チャプター2、フルゴラの移行へ遠征、鉄道網を建設。これで必要なアイテムが揃いましたので鉄道網の建設を始めます。今回はフルゴラの遺構があって廃材が大量に埋蔵されている北西部分の島に遠征します。建設に必要なアイテムを一つずつモールから集めるのは大変なので自動で取り寄せる設定をします。まず E キーを押してインベントリを開き、個人物流、廃棄にチェックを入れます。次にセクションを追加をクリックしてレール、傾斜レール、レール支柱、壁、列車用信号、連動式列車用信号、機関車、貨物列車、そして現地で電力を確保するための襲雷装置、広域電柱、
アンコモンの蓄電池を設定します。さらに現地の工場建設に必要な大型掘削機、リサイクラー、レーダーや崖用爆薬も設定します。たくさん使うレールは1000個、レール支柱とアンコモンの蓄電池は200個に変更します。これでロボットネットワークのオレンジ色の範囲内に入ると、物流ロボットが要求したアイテムを持ってきてくれます。それでは資源がなくなってしまった大型掘削機を解体して、島を横切るようにレールを敷設していきます。オイルの海にはレールを敷設できないので、傾斜用レールを使ってレールを浮かせます。シフトキーを押しながら左クリックすると、建設ロボットが崖を爆破してから設置してくれます。次にレールの端にマウスオーバーして Q キーを押すと緑色の三角が表示されるので左クリックします。緑色の線路が表示されるのでシフトキーを押しながら左へ進みます。左クリックするとゴーストが設定されて、建設ロボットが自動で建設をしてくれます。出来上がったレールのレイアウトをコピーしてクイックスロットバーに入れておけば手早くレールを敷設できるので便利です。ある程度の長さになったら90度のカーブになるようにレールを敷設します。このカーブも今後多用するのでクイックスロットバーにセットしておきます。一目でわかるようにブループリントのアイコンを変更しました。あとはこれらのブループリントを活用してフルボラの移行に向かってひたすらレールを延長します。ちなみにレールには雷が落ちてもノーダメージなので壊れることはありません。チャプター3、環状線が完成。機関車で高速移動。フルボラの移行に到着したら建設の妨げになる雷誘引装置を解体プランナーで解体します。そしてフルボラの移行を横切るようにシフトキーを押しながらレールを敷設して、島の両端にシフトキーを押しながら左クリックで傾斜レールを設置して、メインの拠点をぐるっと囲むようにレールを敷いていきます。環状線のカーブの部分は直線レールを交わるように敷いてからこのように解体して、カーブのブループリントを貼り付けると手間なく綺麗に仕上がります。ちなみにインベントリを開いてリクエストしていないアイテムにチェックを入れると、廃材や銅線など要求していないアイテムが廃棄スロットに移り、物流ロボットが回収してくれるのでいつもインベントリが整理された状態になります。それでは機関車を動かしていきましょう。まず駅を設置します。今回は進行方向が左側になるように線路の上側に設置します。次に機関車と貨物列車を設置します。機関車は R キーで向きを逆転できます。また貨物列車は前の車両にピタッと接続するように配置します。最後にインサーターと要求チェストを設置し、要求チェストの物流リクエストにロケット燃料を設定すれば完成です。ロケット燃料がチェストに運び込まれると自動で機関車に挿入されます。機関車に近づいてエンターを押すと乗り込めます。ちなみに W キーを押すと前進し、 S キーを押すとブレーキがかかり後退します。またリモートビューを開きコントロールを押しながら左クリックをするとクリックした場所まで移動します。目的の島にたどり着いたら先ほどと同様時計回りに運行するよう駅を設置します。落雷で駅が壊れないように広域電柱を正方形になるようにレイアウトし、襲来装置とアンコモンの蓄電池を設置します。蓄電池を設置するときは5つコピーしてシフトキーと左クリックを押しながらこのように左右に移動すると素早くレイアウトできます。また周囲を探査するためにレーダーも4台設置しました。もう一度機関車に乗り込んで機関車を開き駅を追加ボタンで設置した駅2つを追加して、駅名の左側の三角ボタンをクリックすると機関車が環状線をぐるぐる回り始めます。チャプター4、ダイヤを編成4枚運ぶテクニック。機関
関車を走らせることができましたので、ダイヤを組んでいきます。まず機関車をクリックして時刻表を開きます。次に上の駅名の下にある発車条件を追加をクリックして非アクティブをクリックします。最後に下の駅も同様に設定すれば、それぞれの駅に5秒ずつ停車するダイヤが完成です。デフォルトの駅名だと分かりづらいので、駅名をクリックして駅を左クリックし、駅名の右側の鉛筆マークをクリックして積み荷駅と名付けます。今度は O キーを押して列車の概要を開き、駅のタブをクリック、駅名をクリックして拡大し、駅をクリックします。この駅では荷下ろしをするので上げ荷駅と名付けました。また鉛筆マークをクリックして駅の色を変えておきます。機関車は向かっている駅の色に変わるので管理しやすくなります。機関車にも名前を付けられるので、今回は廃材運搬列車と名付けました。それでは貨物列車に廃材を積み込みます。こんなレイアウトにすると廃材を大型掘削機から直接積み込めます。列車が満タンになるとカウントが始まり、5秒経過すると機関車が出発します。上げ荷駅ではインサーターとバッファーチェストを設置すると廃材を荷下ろししてくれます。しかしこの方法だと1車両あたり廃材2000個しか運べませんので非効率です。そこで同じ貨物列車で実質約3倍の量を運べるようにします。まずビーコン、リサイクラーと大型掘削機をレールを挟み込むようにレイアウトします。そしてビーコンとリサイクラーには生産速度モジュールを、大型掘削機には生産性モジュールを挿入すれば完成です。このレイアウトだと大型掘削機が掘り出した廃材はリサイクラーに直接投入されて、リサイクルされたアイテムはリサイクラーからそのまま貨物列車に積み込まれます。100個または200個スタックできるアイテムもあるので、3000個を超えるアイテムを積めるようになりました。またリサイクルするための電力もこの島で賄えるので、メイン工場の電力を節約できます。さらにこのように物流ロボットやインサーターで廃材をリサイクラーに搬入する手間も省けます。バッファーチェストを開き、リクエストしていないアイテムを破棄にチェックを入れるとアイテムが廃棄スロットに移るので、バッファーチェストがいっぱいになることを防げます。列車による輸送が始まりましたので、メイン工場の大型掘削機を撤去しました。チャプター5、隙間時間削減、2編成で信号活用。生産統計を確認すると、たったこれだけのスペースなのに毎分3400個もリサイクルできていることがわかります。ただ列車が積み荷駅を離れている間は生産がストップしています。そこで効率を上げるためダイヤを見直します。まず非アクティブが5秒であるところを1秒に変更します。これで合計8秒の効率化です。しかしこれでもだいたい1分間リサイクルできない隙間時間が残ります。そこで2編成にすることでこの隙間時間をなくします。まず列車をシフトキーを押しながらコピーして、列車と車両燃料にチェックを入れて建設計画を作成ボタンをクリックします。次に出来上がったゴーストを線路上に貼り付けると、建設ロボットが列車を設置してロケット燃料を投入し自動で出発します。このブループリントは今後も使えますのでクイックスロットバーに入れておきます。これで2編成で運行が始まりましたが、このままだと前の列車に追突します。これを解決するのが列車用信号です。まず列車を挟むように列車用信号を設置します。駅と同様右回りになるよう矢印の向きに注意です。そうすると水色の矢印と紫色の矢印が出現します。そして追突している列車の後ろ側にも列車用信号を設置すると、水色と紫色の矢印に加えて黄色の矢印が出現し、列車が信号の前で止まるようになります。これらの色の矢印で示される区間は閉塞区間、ブ
ブロックセクションと呼びます。今回信号機を3つ設置したので、水色、紫色と黄色の3つの閉塞区間ができたことになります。閉塞区間には1つの列車しか進入できませんので、列車が入っていると後ろの信号が赤くなって次の列車が進入できない、そんな仕組みになっています。上荷駅でも同様に列車を挟むように信号機を設置し、閉塞区間を追加しました。これによって次の列車が上荷駅の近くで待機できるようになります。生産統計を確認すると、2編成で運行することでグラフの谷が浅くなり、生産ロスが減ったことが確認できます。生産ロスをさらに減らすために上荷駅の発車条件を貨物車両が空に変更しました。これで貨物車両が空になるとすぐに出発するので、さらに1秒の無駄を減らせます。ちなみに列車の名前が同じだと1つの列車の時刻表を変更するだけで全ての列車の時刻表が同時に変更されます。チャプター6、分岐をマスター、連動式信号の使い方。これで鉄道の基本はマスターです。ここからは駅と列車を増やして生産量を上げていきます。廃材の採掘場を増やすため、まずリサイクラー工場をレールごとコピーしてクイックスロットバーに入れて次の島に出発します。ブルゴラの遺構に到着したら建築の妨げになるので、解体プランナーで雷誘引装置を解体します。次にクイックスロットバーに入れておいた工場をシフトキーを押しながら左クリックで設置します。ワンクリックで工場が出来上がるので便利です。そしてクイックスロットバーに入れておいたカーブのレールと直線のレールを組み合わせて先ほど作った環状線と接続します。最後にクイックスロットバーに入れておいた列車を2編成上荷駅に貼り付けすれば完成です。ところでこの合流地点で列車事故にならないか心配になりませんか？そこで登場するのが連動式列車用信号です。まず線路の出口に列車用信号を設置します。そして線路の入り口に連動式列車用信号を設置すれば、このように連動式列車用信号の手前で列車が止まるようになります。連動式列車用信号は次の列車用信号の色を読み取り、自身の信号の色を変えます。次の閉塞区間に向かっている列車があると、手前の連動式列車用信号は黄色になり、もう一方の連動式列車用信号は赤色になります。これでこの Y 字路で列車が衝突することはなくなりました。こちらは先ほどと逆の Y 字路ですが、先ほどと同様出口に列車用信号を、入り口に連動式列車用信号を設置します。この連動式列車用信号のおかげで次の列車用信号がいずれも赤色の時は Y 字路に列車は進入できません。また片方の信号が緑色ならば連動式列車用信号は青色になりますので、このように列車が交差点の真ん中で立ち往生することを防げます。この仕組みを理解した上で実践するのは最初は難しいと思うので、レールが交わるときは出口に列車用信号、入り口に連動式列車用信号と覚えるのがいいと思います。これだけでほとんどのデッドロックがなくなります。それぞれの積み荷駅で廃材のリサイクルが始まったので、廃材の消費量は毎分6700個と倍速になりました。ちなみに列車の経路選択のロジックはこのように非常に複雑ですが、大まかに説明すると、同じ名前の駅が複数ある場合、列車は近くて停車中の列車数が少ない駅に向かいます。チャプター7、採掘駅を増設、列車数上限の設定。鉄道網の作り方に慣れてきたところで、廃材の採掘駅を増やして生産速度を上げていきます。次はメイン拠点の北東にあるフルゴラの移行を目指します。まずカーブのレールを設置して直線のレールでひたすら北に向かって延長します。
ちなみに直線のレールのブループリントにはマス目に対し自動調整すると相対的な自動調整にチェックを入れてグリッドサイズの幅を4減らして80にして X に2と入れて中心位置をずらしてあります。なのでシフトキーと左クリックを押しっぱなしで移動するだけでピタッと綺麗にレールが引けるようになっています。十字路にも原則通り出口に列車用信号、入り口に連動式列車用信号を設置します。これによって十字路で列車がぶつかることがなくなります。また閉塞区間が増えるのでデッドロックも予防できます。このブループリントもクイックスロットバーに入れておけば必要な時にすぐに取り出して使えるので便利です。フルゴラの遺構に到着したら雷誘引装置を解体して掘削工場を建設し、カーブのレールや直線のレールを伸ばして環状線に接続し、 Y 字路には列車用信号と連動式列車用信号を設置して列車を2編成追加すれば3つ目の積み荷駅が完成です。大キーを押すと列車の運行状況が確認できます。いずれの列車もいずれの駅も止まることなく運行しています。同様の手順を繰り返し廃材の積み荷駅を全部で6カ所に増設し列車を全部で12編成にしました。列車の運行状況を確認したところ交差点で列車が詰まっていて少し見栄えが良くないです。これは廃材の積み荷駅が増えたことによって上げ荷駅の搬出速度が足りなくなり待機列車が増えたことが要因です。そこで上げ荷駅を開いて列車数上限を有効化にチェックを入れて列車数上限を2に変更しました。これで上げ荷駅に迎えるのは最大2編成となるので残りの列車は積み荷駅で待機するようになります。駅と列車の数が増えたことにより偏りが生じて列車が止まっていない積み荷駅が出てきました。積み荷駅には閉塞区間を2つ準備してあるのでそれぞれの駅の列車数上限を2に設定することで待機する列車数に偏りがなくなりました。ちなみに駅の設定はシフトキーを押しながら右クリックでコピーしてシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けできます。次回は鉄道の使い方の応用編ということで上げ荷駅に絶え間なく列車を到着させるための待機駅の作り方や貨物の内容に応じて目的の駅が自動で変わるダイヤの組み方などを徹底解説します。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。